こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。今日は防災の日が近いので、防災グッズの見直しをしながら紹介していきます。1年ぶりの防災グッズ紹介動画なのですが、毎年動画を作るにあたっていろいろ調べたり、前回の動画でいただいたコメントを参考にさらにブラッシュアップしました。特に最近新しく追加したポータブル電源をはじめ、防災アイテムや収納方法も紹介しますので、少しでも参考になれば嬉しいです。まず前提として、私は都内のマンションに一人暮らしで在宅避難を想定しています。そのため非常用持ち出し袋は準備していませんが、持ち歩き用の防災ポーチは用意しています。また、都が運営している東京備蓄ナビで調べたところ、7日分の備蓄が推奨されていました。備蓄の目安が気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。次に今年新たに追加した防災アイテムを5つ紹介します。1つ目はポータブル電源とソーラーパネル、弱利ソーラージェネレーター500ニューです。ずっとモバイルバッテリーだけでは心もとないなとは思っていましたが、ポータブル電源は収納場所やお値段がネックなのと、スペックがよくわからず、ずっと購入を先延ばしにしていました。ですが最近すごく暑いので、災害時のために備蓄を用意することよりも、この暑さをしのぐためのエアコンを稼働させることが一番大事なんじゃないかと思い、今年こそは電源ポータブルを買おうと決意したところ、ジャクリさんにお声掛けいただきコラボすることになりました。今回紹介するのはジャクリソーラージェネレーター500ニューです。ジャクリはポータブル電源市場で Amazon の売れ筋ランキング1位を獲得するなど高いシェアを誇る企業です。500ニューは人気の中容量モデルで軽量かつコンパクトで女性でも運びやすいです。実際に持ってみると体感的にはお米より軽く感じました。サイズは A4 サイズより少し小さいので収納にも困りません。ポートは AC コンセント2つ、USB-C が2つ、USB-A が1つ、DC カーポートがあり、ほとんどの家電を充電できます。LED ライトも搭載されていて便利です。早速充電して使ってみようと思います。付属はケーブル1本でシンプルでいいです。私はガジェットに弱く、付属品がたくさんあると何が何だかわからなくなってしまうのでちょうどいいです。ただいまの時刻は14時10分で、ポータブル電源の充電は 24% です。はい、1時間20分経過し、時刻は15時30分で充電は 100% になりました。もう 100% だ。充電速度は AC コンセントで最速 1.3 時間でフル充電できるそうです。1時間で充電完了するのはありがたいですね。気になるのはこのポータブル電源で電化製品をどのくらい充電できるかですが、スマホなら24回、タブレット9回、電気毛布7時間充電することができます。スマホ24回分充電できるのは安心ですよね。早速目的のエアコンをつないでいきたいと思います。お、つくか？動いた。ちょっと感動。こんなに小さいのにエアコン使えるのかなと半信半疑でしたが、ちゃんと動いて感激しました。すごい。30度で10分使った結果 94%、6% 使いました。続いてスマホも充電してみます。16時17分現在でスマホの充電は 67% です。私、玄関でスマホの充電をずっとしてみたいと思ってたんですよね。でも我が家は電源がなくてできなかったんですよ。で、なんで玄関で充電したいかというと、誰かの動画で帰宅したら即玄関でスマホを充電、そして翌日外出するまではスマホを触らないようにしたらスマホ時間が減って暮らしの充実度が上がったっていうのを見て、やってみたいなと思ってたんですよ。ポータブル電源は災害時だけではなくて、こういった欲しいところに電源がない場合も活用すると元が取れていいのかなと思いました。はい、17時2分、スマホの充電は 96% になりました。45分で約 20% の充電がたまりました。ポータブル電源の充電は 93% から 91% になりました。あんまり減らないんですね。これは頼もしい。
次はセットのソーラーパネルを紹介します。ソーラーパネルって本当に必要かなと思っていましたが、せっかくポータブル電源を買っても停電が長引けば使えなくなってしまいます。それならやっぱりあった方が安心だなと考え直しました。こちらは折りたたみ式なのでスリムで収納にも困りません。早速使用したいと思います。この日、寝坊してベランダに日が入らなくなったので外に出ました。後ろはこんな感じで簡単に組み立てられました。ここ坂になっていて少し風もあったのですが、倒れてくることもなかったです。意外にしっかりしている。こちらも付属がコード1本でシンプルです。この 100W ソーラーパネルを使用すると、ポータブル電源の充電は 5.5 時間で 80% 充電できるそうです。朝に出しておけば昼には充電ができるので安心ですね。また、ポータブル電源の充電中にはスマホの充電を同時にすることができるので効率的です。長年悩んでましたが、ポータブル電源とソーラーパネルあると安心感が違います。あんまり人に助けを請いたくないので、何かあってもある程度は自分のことは自分で守れそうです。新たに追加した防災グッズの2つ目は、無印良品の防災スリッパです。防災の時、釘やガラスが貫通しないように踏み抜き防止シートが入っています。普通のスリッパとしても使えるけど、かかとはいざという時に靴のように履けるゴム付きで画期的です。こちらはいつも売り切れなのですが、似たような商品が他のブランドからも出ていますので、気になる方は楽天などでチェックしてみてください。3つ目は大切そう手袋です。これもずっとどうしようかなと思いつつ先延ばしにしていてゲットしたものです。使用用途は家具や家電、窓ガラスが割れた時などに作業するようです。4つ目は長期保存マウスウォッシュです。災害時は水をなるべく使わないように水不要なマウスウォッシュを用意していたのですが、期限が3年ということを知り、長期保存を購入しました。期限は5年です。5つ目は2リットルの長期保存水です。2リットルの水はローリングストックをしていましたが、飲みきれないことが多く、保存水に切り替えました。先ほどのマウスワッシュと同様に、日常使いしないものは長期保存のものに切り替えています。今まで長期保存水は添加物が入っていて体に悪そうと思っていたのですが、調べたところ添加物は入っておらず、容器が特殊だそうです。そのため安心して購入することができました。以上が今年新しく準備したアイテム5つでした。次に防災グッズと収納紹介をします。まず玄関です。玄関のシューズクローゼットには水と電源ポータルがあります。500ml ペットボトルは毎日出かけるときに持っていくので常にこのぐらいストックしています。24本ぐらいかな。これで12リットルです。水は最低でも1日1人3リットル、1週間分の備蓄を推奨されているので21リットルは欲しいところです。他にはパントリーに2リットルの水を20本ぐらい、そしてマンションでも3日分の水と食料を備蓄しているので、水においてはこれで大丈夫かなと思います。そして靴をだいぶ減らしたので一段空いてソーラーパネルを収納しています。その上には間違えて買った大量のティッシュがあります。災害時、ティッシュ、トイレットペーパーっていつも完売になるので、少し多めに持っておくのもありだなと思います。次はパントリーです。一番下に2リットルの水、5倍巻きトイレットペーパー、スキンケアとサニタリー、ガスコンロを収納しています。あと、消臭袋です。その上には長期保存に向いている豆乳。飲み物は水だけだと飽きると聞いていつも豆乳をストックしています。以前はジュースも用意していましたが、ジュースは日常的に飲まないのでやめました。あとは井村屋の栄養缶、甘いものもあった方がいいそうで昨年かな購入しました。コンパクトで場所を取らないのがいいですね。その上はお菓子も少し置いとくことにしています。あとは塩タブレット、そしてナッツ。ドライフルーツとナッツは食物繊維やビタミンも取れて栄養価が高いので備蓄にもいいそうです。日頃も食べているので常にアイハーブで購入してストックしています。次は食器棚に食料を収納しています。全部出しします。食品は保存食購入していましたが、保存量が気になるのでローリングストックに移行しているところです。
この辺のものも賞味期限が切れたらもう買わない予定です。力を入れているのはタンパク質です。人間はもともと狩猟民族で、タンパク質が十分取れれば大丈夫という話を信じて、タンパク質を意識した備蓄にしています。ツナ缶やプロテイン、パン缶もあるといいですよね。新たに加えたのはオートミールです。オートミールは熱源がなくてもふやかして食べれるので、備蓄にも最適です。いつもはフルーツ缶やウィダインゼリーやポカリもあるのですが、先日風邪をひいて全部食べちゃいましたね。買い足さないと。ザ・防災グッズはクローゼットのスーツケースの中に保管しています。この技は視聴者の方に教えてもらいました。ありがとうございます。中身は昨年と変わっていないのでサクサク進めます。この給水袋も今年ゲットしたものかもしれないです。自治体にもらいました。ありがたい。怪我の止血やお皿代わりに使えるサランラップ、防寒にもなるレインコート、養生ガムテープ、手前の圧縮バスタオルは在宅避難だといらないかもな。反対側には袋類です。調理できるポリ袋あるといいですよね。拭き取りクレンジング用のコットン、ドライシャンプー。これはもう多分購入して3年経ったのでそろそろ使わないと危ないかもですね。拭き取りクレンジング、赤ちゃんのお尻拭きシートをボディシート代わりに使います。赤ちゃん用のは変なものが入っていないのでベタつきがなくていいんですよね。はい、この辺のものに関しては詳しくは昨年の動画でお話ししていますので、よかったらチェックしてみてください。次に、間違いだらけだった防災グッズの考え方。先日元救助隊員の方の動画を見て、自分の防災グッズの考え方が間違いだらけだったことに気づきました。その動画を見て、しないことを決めるという考え方が目から鱗でした。防災グッズというと、快適に過ごすためのものを増やしがちですが、生きるために本当に必要なものは何なのかを考えて準備すべきだと学びました。生きるために本当に必要なものってそんなに多くないですよね。水と睡眠さえとっていれば、たとえ食べ物がなかったとしても 2,3 週間は生きられるって言いますよね。生きるために必要なものと、ストレスを軽減するためのもの、快適に過ごすためのものですね、を分けて優先順位をつけて準備することが大切だなと思いました。毎回コメントでこれでは足りないよといただくのですが、物は増えれば増えるほど身動きできなくなりますし、生きるために本当に必要なものってそんなに多くないので、もう私はこれでいいやと割り切りました。防災グッズもキリがないので、どこかで割り切らないといけないですよね。この動画本当に参考になったので、よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。最後に、防災ポーチというほどでもないんですが、災害対策用に日常的に持ち歩いているアイテムを紹介します。水は毎日持ち歩いています。健康のためにも。そしてポーチの中には防災に関係ないものもたくさん入っているので避けていきます。左からモバイルバッテリー、現金、停電すると電子決済が使えないからです。あとは私よく財布を家に忘れるので。熱中症対策の塩タブレット、ナッツ、何かあった時焦がしあるといいですね。以前飛行機のポートトラブルで機内に3時間ほど閉じ込められたのですが、5、6時間閉じ込められた便もあって、その便は食料がなくなったと聞きました。なのでね、何かしらあった方がいいかなと思いました。歯磨きなどを準備しています。動画には入れ忘れましたが、ビニール袋もいつも入れています。あると何かと便利ですね。簡単ではありますが、以上が災害対策に備えた私のポーチの中身でした。今回は新たに追加した防災グッズや見直し、収納方法を紹介しました。ジャクリのポータブル電源とソーラーパネルに関して、視聴者限定で Amazon や公式サイトで 5% オフになるクーポンを発行いただきました。クーポンの利用期限は9月30日までとなっておりますので、よかったらご活用ください。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフをテーマに、暮らしや住まいについて発信しています。この動画が参考になったよって方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ご質問やリクエストがあればコメント欄でお待ちしております。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。